というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回はちょっとした特別企画なんですが、今までにたくさんいただいた質問に答えるコーナーをやろうと思います。ありがたいことに今年1月に開始したこのチャンネルも約300万回再生、コメントは合計3500件以上いただきました。その中でいただいた質問や感想などに今回は回答していこうと思います。息抜き的な企画ですので、のんびり付き合ってください。それでは行きましょう。僕のノートパソコンを選んでください。これはね、一番いただいた質問なんですが、春に大学生になるとか、仕事で使いたいとか、いろんな条件で質問をいただきました。Twitter の DM とかも合わせると合計200件以上いただいてまして、全てに返信できていません。申し訳ないです。というわけで、とりあえずこの探し方をしてくれっていう簡単な手法一つをここで提案したいと思います。それはメモリ 16GB 以上、 CPU スコア1万以上で探すという方法です。概要欄に載せてある URL を開くだけで一発でこの方法で検索したノートパソコンが安い順に並ぶようにしてあります。価格 .com さんのサイトですので、値段も開くたびに最新になっています。この中で自分の好きなモデルを買ってください。ほとんどの用途で性能がめちゃくちゃ余ります。この基準で探せば HDD しか搭載していないような地雷モデルも回避できるので、ぜひ一度 URL から確認してみてください。例外として最新の 3D ゲームを高画質でやりたい時とか、しっかりと動画編集をやりたいという場合はグラフィックボード搭載機の方がおすすめです。こちらもよくいただく条件でしたので、同じく一発で検索できる URL を概要欄に載せておきます。こちらも確認してみてください。ターンする台が気になる。これはね、ノートパソコンの選び方動画でいただいた質問です。僕がね、動画内で回していたターンテーブルがどこで売ってるのか気になるという質問でした。実はこれ、本来はフィギュアとかプラモデルをディスプレイするテーブルなんですけど、 Amazon でたくさん売っています。僕が持っているのは黒色の小さいモデルと表面が鏡になっている大きめのモデルの2種類です。こちらも概要欄にリンクを載せておきますので、よかったら確認してみてください。ただ回転速度は結構速いので、そこは注意してください。僕の動画内では再生速度を 20% に変更してスムージング処理したりしているので、実際の速度ではないんです。高橋なの、山田なの。この質問も何件かいただきました。実は高橋でも山田でもなくて、本名とは全く関係ないです。ネットなどの呼び名では最近高橋さんと呼ばれる機会が増えてきました。僕としては高橋と山田を省略した高山さんと呼んでもらいたいんですが、誰も呼んでくれないですね。余談ですが、一応高橋と山田と高山という単語には意味があって、このハンドルネームを使っています。ただちょっとプライベートな内容ですので、またチャンネル登録10万人とか銀の盾ゲットとか、そういうタイミングがあればお話ししたいなと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。立浜さん、このコメントめちゃくちゃいただきました。もちろん僕も存じているお方です。当時テネットが公開してまだ間もなかった頃、彼の解説動画を見て、なんて分かりやすいんだと感動しまして、ここまで究極に分かりやすいのに再生数が全然ないのはなんでなんだと、当時すごく疑問に思いまして、友達数人に LINE で拡散したりしてました。今まで僕が10年以上見てきた YouTube やニコニコ動画の解説系の方で最も分かりやすい解説をする方だと感じています。そんなこともあって、僕が2021年に動画投稿を始める際に、あの人のような素晴らしい動画を作りたいと憧れた神のような存在なんですよ。そういう経緯もありまして、マッツさんがね、2016年に公開されたワンダラーというね BGM を使ってみたりしたという経緯があります。まさかね、声が似てるとかそっちの方もね言われることになるとは思っていなかったので、その辺はちょっとびっくりしています。似てないと思うんですけどね。僕の声ってなんかちょっと寝起きとかに聞いたらイライラしません？その点彼のボイスは24時間いつでも聞ける癒し系じゃないですか。なんかね、僕のチャンネルが結果的に迷惑になってないかとかちょっと心配です。この動画を見た方はね、ぜひ彼のチャンネルも見に行ってもらって、その分かりやすさに感動したらね、リピーターになっていただければと思います。スマートウォッチがたくさんあったのでチャンネル登録しました。ありがとうございます。
これはね、モバイルバッテリーの動画でチラ見えした玄関に映り込んでいた時計コーナーを見ていただいたコメントです。スマートウォッチは2014年に発売された元360を海外から輸入したのがきっかけで、いろんなやつを触ってきました。シャオミ系とかファーウェイとかティックウォッチとか、よくわからない1000円で売っていたやつとか、いろいろ持っています。レビュー用にウィッシュとかどっかで買った500円のスマートウォッチも未開封のまま眠っています。これらもね、需要があったら比較レビューとかしたいなって思っています。よかったらね、ご意見ください。レビュー中に映っているキーボードはどこのメーカーですか？これも何件かいただいた質問です。僕の使っているキーボードはアンカーのキーボードマウスセットなんですけど、充電式で USB 無線タイプです。薄型軽量デザインでバッテリー持ちもよく、ノートパソコンみたいな打ち心地でとても気に入っています。 Amazon で3000円ぐらいで購入したんですが、残念ながら人気がなかったみたいで終売しちゃってるんですよね。後継となる機種もなくて、僕もこれが壊れちゃったら次どうしたらいいのかとちょっと悩んでいます。めっちゃ柔らかくて軽い打ち心地なんで超気に入ってるんですけどね、本当に残念です。商品がレビューしてる値段と違うやないかい。サムネ詐欺や。これもね、いくつかの動画で大量にいただいたコメントです。多分50件以上いただいています。特にね、16,583円で買ったデルのパソコンのレビューで、今44,000円するけど、お前がセールで買えただけだろ、自慢すんなよみたいなコメントをいただきました。これ理由を解説すると、まず僕はオフィスなしモデルを買っているんですよね。デルでオフィスありモデルを購入すると、どれもだいたいプラス2万円ぐらいするんですよ。で、動画公開後オフィスなしモデルが売り切れになっちゃって、オフィスありモデルしか売らなくなったんですよね。しかもデルの公式サイトは販売を終えた構成は存在しなかったかのような扱いになるんですよ。つまり今リンクから公式サイトを開いても44,000円のモデルしかもともと存在していないような表示になるんです。だからお前の値段のパソコンどこにもねえぞっていう結論になっちゃうんですよ。さらに今年の4月から税込み表示が義務付けられていて、僕が動画で上げた2月に表示されていた税抜き価格より 10% 足された税込み表示価格に変わっているんですよ。44,000円だったら2月の時点では4万円で表示されています。そして僕が提示した16,583円はクーポン適用後になるので、お会計の際にデルでいつもばらまいている 17% オフコードを入力しないとこの価格にならないんですよね。そういうのもあってリンクを開いた際に詐欺だって思っちゃう人が結構いたみたいです。話を整理すると、44,000円が税抜きで4万円、オフィスなしモデルならマイナス2万で2万円、そしてクーポンコードを入力すれば 17% オフで税抜き約 16,600 円。つまり僕が買った時と今でもそんなに変わらないんですよ。ただオフィスなしモデルがなくなっているので実質値上げになっているっていう形になります。動画編集ソフトは何を使っていますか？これはコメント欄と TwitterDM などで何件かいただきました。僕はじめはプレミアプロとベガスプロとダヴィンチリゾルブの3刀流で3つの編集ソフトを行き来して編集していたんですが、最近はプレミアプロとベガスプロの2つを使っています。主に撮影した映像のはめ込みや修正はプレミアプロでやっていて、モーションや文字入れはベガスプロでやっています。このチャンネルを始める前はもともとずっと AV や UTL を使っていたので、そちらの UI と近いベガスプロで最終調整して動画をアップロードしている感じになります。あとはゆっくりムービーメーカーなんかも使っていました。なおこれとは別に音声はオーダーシティというフリーソフトで録音とカット編集を済ませています。同様に画像ファイルは Photoshop で完成させてから動画編集ソフトに突っ込んでいます。レリューより主の指が女性みたいに綺麗で気になる。これは怪しい中華スマホのレビュー動画でいただいたコメントです。ありがとうございます。よく気づきましたね。実は僕女性なんです。ごめんなさい、嘘です。普通にボーボーです。余談ですが、高校生の時にバンドを組んでいてベースを弾いていたんですが、手を褒められたことは3回ぐらいあったんですが、演奏を褒められたことは一度もなかったです。クソ不器用。なんだかそれを思い出しました。はい、というわけでたくさんいただいた一部のコメントを抜粋して回答するという動画でしたが、こういう動画って需要ありますかね？よかったらご意見いただけると嬉しいです。
また僕のチャンネル全体での質問や感想などありましたら、この動画のコメント欄にぜひコメントしてみてください。時間がある時にしっかり見て返信できる場合はコメントで返信したり、またこのような質疑応答動画で回答しますので、お気軽にどうぞ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。